天皇とは、天皇は皇帝ではありません。王でもありません。皇帝は権力で国を統治する人です。天皇に権力はありません。王は国を支配する人です。天皇は国を支配しません。では、天皇とは何なのでしょうか。天皇とは、国と国民についてよく知って、その幸せを祈る人です。いつの時代も日本人と共にいて、日本の過去と未来をつなげる存在です。皇族とは、天皇をサポートするその家族です。天皇と皇族には名字がありません。なぜでしょうか。それは名字が必要になる前から続いている特別な家族だからです。日本人はその歴史のすべてを天皇と共に生きてきました。日本は王朝交代さえ一度もしないで、太古の昔から現在までずっと続いてきた国なのです。天皇は太陽の神、アマテラスの子孫だとされています。アマテラスの孫が高間ヶ原から地上に降りてきて、そのひ孫が初代天皇になりました。これが歴史的事実だと思っている日本人はほとんどいないでしょう。天皇は日本で初めて神話や歴史が記録された時代よりずっと前から存在していました。天皇がどうして存在するのか、記録も記憶もないことを説明するために神話とつなげる必要があったのかもしれません。多くの日本人は先祖崇拝者です。自分の両親や祖父母の魂は亡くなった後も自分たちを見守っていると信じています。天皇家は少なくとも2000年以上、126代続く国と国民の幸せを祈る君主の家系です。天皇が自分の祖先の魂に国の平和を祈るとき、普通の人が亡くなった家族の魂に祈る場合とは違う、何か特別な力が働くのではないかと考えるのは自然なことではないでしょうか。第二次世界大戦で日本が負ける前は、皇族には14宮家があって、みんなお金持ちでした。しかし敗戦後、GHQ は皇族からほとんどすべての財産を取り上げてしまいました。昭和天皇の弟以外の11宮家が廃止されて、51人の皇族が一般人になりました。天皇と皇族が使うお金は、公務の経費から生活費まで、すべて日本国民の税金から出されるようになりました。天皇の一番大切な仕事、国と国民のために祈る儀式は、国の行事として行うことができなくなりました。それでも昭和天皇は祈ることをやめませんでした。生活費から工面して国民のために祈り続けました。現在でも皇族の方々は多くの儀式を行っています。1年間の儀式の回数は大きいものだけでも24回あります。歴史的な儀式ですから、お金も時間も体力も必要です。それがすべて法的には皇族の私的行為とみなされています。天皇の仕事はもちろん公的にもたくさんあります。内閣が決めた大臣や裁判官の任命、法律や条約の交付、褒章の授与など、読んで署名して国事行事を押さなければならない書類だけでも1年で約1000件、出席しなければならない公的行事は
約200回あります。さらに各国の大使に会ったり、要人の手紙や電話に対応することも数百回あります。日本各地のイベントに参加することもあるし、ひどい地震や台風があったら、もちろん被災地へ行って被災者を励まします。国際親善のために外国へ行くこともあります。どれも天皇個人の考えや気分で嫌だということは許されません。良くないと思う人が大臣に選ばれても、任命を拒否することはできません。ただ承諾するだけです。天皇は間違った決断をしてはいけない存在です。絶対に間違いがないように、そもそも政治的な発言も行動もしてはいけません。これは戦前も戦後も同じです。戦後は憲法で決められていますが、戦前は天皇自ら律していました。天皇は発言にも行動にも自由がなくて、スケジュールは分刻みで管理されていて、それなのに給料はもらえません。しかも、一度即位したら死ぬまで続けなければならない、体力的にも精神的にも非常に過酷な仕事です。天皇は日本の安全装置であるとも言えます。日本が平和な時はあまり目立つことはありません。しかし、日本が危機に陥った時、国民がみんな神に祈るような時には、政府より強い存在になります。実際、日本が原子爆弾を2回落とされて、中立だと思っていたソ連が侵攻してきた時、昭和天皇は決断できない政府に代わって終戦を決断しました。政治的決断を避けなければならない天皇が、すべての責任を背負ったのです。そして国家元首として連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーに会いに行ってこう言いました。責任はすべて私にある。私が任命した人々に責任はない。私はどうなっても構わない。どうか国民が生活に困らないように援助してほしい。昭和天皇が命乞いをすると思っていたマッカーサーは驚きました。天皇は今後の日本に必要だと確信しました。そして天皇を戦争犯罪者として処刑すべきだという連合国を説得して昭和天皇を守りました。昭和天皇は悪魔の国の独裁者ではありません。多くの間違った選択と行いをした日本と日本人を守るために自分の命をも犠牲にしようとした天皇なのです。敗戦後の日本人は天皇の存在意義を学校で教えられません。天皇が何のために存在するのかわからない人がたくさんいます。天皇は税金の無駄遣いだと本気で考えている人も少なくありません。2011年、日本で地震と津波が起こって、福島の原子力発電所で爆発が起こりました。当時の菅政権の対応は非常に悪くて、被災地の人々から怒号を浴びました。当時の天皇陛下は、初めて自分の意思で国民にメッセージを送りました。政治的な発言をしないように慎重に言葉を選んだものでしたが、このメッセージは多くの国民を勇気づけました。その後の被災地への訪問では、天皇皇后両陛下に声をかけられて感動して泣いた人もいました。日本国民のために祈ることが仕事である天皇は、国に不幸なことがあるたびに自分の祈りが足りなかったのではないかと考えます。国民の不幸を
自分自身の責任だと感じるのです。被災者に対する姿勢が政治家とは明らかに違います。天皇皇后両陛下は、避難所の人々と一人一人目線を合わせて丁寧に話をお聞きになりました。その映像は全世界に流れました。当時その映像を見て何かを感じたのは、日本人だけではなかったでしょう。女性が天皇になれないのは女性差別だという意見があります。天皇になることは権利でしょうか。女性皇族は天皇になる権利がないというより、この過酷な職務に就くことを免除されているという方が正しいのではないでしょうか。歴史を振り返れば、8人の女性天皇がいました。しかし実際は、天皇にふさわしい男性皇族がいない時だけの臨時措置です。そして、儀式の多くを男性皇族が代行していました。女性天皇は全員、父が天皇、または父方に天皇の血筋を引く男系天皇です。母方に天皇の血筋を引く女系天皇は一人もいません。現在まで女性天皇の夫になった人も歴史上一人もいないのです。それに、もし女性が天皇になって一般人男性と結婚して、その子供が天皇になったら、それは王朝交代です。神話の時代から続いてきたものが一瞬で途切れてしまいます。現在、女性が天皇になることが禁止されているのは、名前もない今の王朝を守るためでもあるのです。第二次世界大戦で降伏したとき、日本は一つだけ条件をつけました。天皇制の維持です。2000年以上続く日本の歴史は、初代天皇の即位から始まっています。天皇の存在を軸にして形作られた国なのです。日本が日本として生き残るために、天皇制の維持は絶対に必要でした。しかし今後、日本人の大多数が天皇はいらないと考えるようになったら、もうそれ以上は維持できないでしょう。神話の時代から天皇と共に歩んできた日本の歴史は終わります。今後も長く続くかどうか、これは諸外国の意見を参考にするべき問題ではありません。今と未来を生きる日本人が一人一人考えなければならない問題なのです。